女は口を塞いできた手を振り払い、思い切り後ろを振り返った。いざとなったら首筋に噛みついて逃げよう。だが、女の後ろには死んだと思っていた夫が立っていた。女は夫を抱きしめて泣きじゃくった。助かった。夫が私を助けに来てくれたんだ。そうよ。信じてたわ。人食い人種に追われたり、サメに食べられそうになったことも、何でもないと思えるほど、夫の存在は、彼女にとって大きなプレゼントだった。二人は長いこと語り合った。夫は人食い人種の住む島に流れ着き、彼らの船を盗んで脱出してきたと言った。人食い人種、彼女を追ってきた彼らに違いなかった。女の秘書の行方は相変わらずわからなかった。二人は夫が乗ってきた船で脱出することにした。二人は勇気を振り絞り、洞窟の外に出た。早く船に乗ってここから離れなければ。人食い人種の脅威から脱出することが最優先だった。幸い、人食い人種の気配は感じられなかった。夫の話では、彼らが暮らす部落は、ここからかなり離れた別の島だということだった。おそらく何か儀式があると、この島を訪れるのだろう。二人は、夫が乗ってきた船のあるところに向かった。船に乗り、大きなクルーザーがいるところに行ければ、新たな希望が見えてくるかもしれない。ところが、二人はほどなくして、絶望感に襲われた。夫が乗ってきた船が、なくなっていた。人食い人種が乗って行ってしまったのだろうか。だが、それよりももっと深刻だったのは、昼夜海に浮かんでいたあの船が、跡形もなく消えてしまったことだった。女はショックのあまり、涙が止まらなかった。もうおしまいだ。海にはサメが、島には人食い人種がいる。二人の最後の希望だった船も、なくなってしまった。夫はそんな女を慰めた。そうしてまた一日が過ぎ、女の容体は急速に悪化した。おそらく細菌に感染したのだろう。女はろくに動くこともできず、夫はそんな彼女のために食料や水を求めて森に入っていった。夫の力強い声が聞こえてきた。きっと食料が見つかったのだろう。夫は嬉しそうにキノコをどっさり抱えてきた。見ろよ、こんなにキノコが生えてたんだ。早く食べよう。しかし、一目で危険とわかるキノコだった。女は鮮やかなキノコは毒キノコだと習ったことがあった。いや、これは明らかに毒キノコだ。女の話を聞いた夫は、キノコをすべて捨てるしかなかった。怪我した妻の気力を回復させるには食料が必要だ。夫は妻の教えを受け、魚釣きにも挑んだ。ところが、そう簡単にはいかなかった。何時間が過ぎても、夫は一匹の魚も取ることができなかった。結局、夫はヤシの実でも探してくると、森に入っていった。一体どうやって1週間以上島で生き延びたのかしら。生存能力も全然ないのに。しかし、今は夫に頼るしかない。女の容体は悪化の一途をたどっていた。ところが、いくら待っても夫は戻ってこなかった。まさか、人食い人種に遭遇してしまったのでは。心配になった女は、結局、
夫を探しに行くことにした。また人食い人種が島に戻ってくる可能性もあるため、用心深く行動した。ところがどうしたことか、森の奥深くまで進んでも、夫の姿は見えなかった。女はいつの間にか島の反対側まで来ていた。あ、女は何かを発見した。それは小さな船だった。おそらく夫が乗ってきたという船だろう。助かった。まずはこの危険な島から脱出できる。あの船はいなくなってしまったが、人食い人種の脅威から逃れることができる。女は痛む足を引きずりながら、船のあるところへと急いだ。女が通り過ぎた森の片隅。そこには、女が人食い人種だと思っていた原住民の死体が隠されていた。